ンドゾーン2。土壌の放射能汚染が進み大人の人口が減っていくデススパイラルに再突入した我らが白霊号。そしてゲームがフリーズしてブチギレ、もうやってられっか、私は放射能のない場所に引っ越すぞー。で引っ越し先は用務員、現在の総人口は480人。白霊号の総人口は450人、しれっと一番でかい都市になってやがる。引っ越し先として作った家で、住民がちょめってしまって子供が増えていまして。好きあらばちょめる、これがこの世界の生き様。近づいてみるとかなり人が増えてるねー。増殖した虫みたいでキモ。こらこら。でただいまの白霊号は大人390人くらいだったのが、40人ほど減ったものの義理とし機能は維持。住民の汚染濃度は3、上がったり下がったりしてるがかなりきついな。引っ越し先の家が完成しました。が、やはり住民がものすごい速度でちょめってしまって、増えるのに1秒かからぬとな。こりゃ避難前に家建てるの無理じゃね？なーに奴らがちょめる速さより早く家を建てればいいだけよ。白霊号の避難民が来る前に住宅の建設を頑張ります。今朝人口480人だったのに夕方には600人超え、引っ越す前に無理に家建てたら偉いことになるぞ。最終小屋とかずらっと完成したし、食料は大量に生産できる、多分いけらー。考え方がかなり雑。小屋の建設でレンガ使いすぎたため、翌日は最終小屋などの食料関係をがっつり建設。引っ越した時に食料足りないと地獄だし、今のうちから採取用に植林とかもしとかないとな。白霊山上から同鉱石が届き、ついに最後の研究同性連所の研究を開始。そして余る探索で見つけた知識ポイント37。余りすぎじゃね？アーリーアクセス版とはいえ色々ガバガバだな。地方、急いで家建てたけど結局子供で埋まった。知ってた。230人の居住スペースがこうもあっさり満員になるとは。人口統制のコマンドが欲しくなるぜ。私は負けない、もっと早く家を建てるのだー。なんでちょめる速度対建設速度みたいな戦い始めてんだよ。子供より先に家を建てろー。水もそのうち足りなくなりそうですから、桟橋も建設予定だけ出しときますね。引っ越し準備は着実にやっとかないとだ。すぐには使わない荷物なんかはちょっとずつそっちに運び始めてるよ。さいですか。アップデまで放置しようと止めてた探索を再開。追加の植物とか来たら困るんじゃね？この世界ちょいちょい計算とかバグってるから、多分がっつりアップできたらやり直しかなと思い。身も蓋もねえ理由だった。鉄製の工具とゴムを使う探索ポイント、資材ケチって放置してたけどやったらバスをゲット。もっと早くやっとやよかった。心の叫び。よしすべての探索が終わったぞ。これで思い残すことはなし。いや16分の15だからまだ残ってるぞ。見つかりません。見落としてるのかバグってるのかもやる。用務員本日も人口100人アップ。おい。うらー、空き家ができるまで家を建ててやらー。もうこれ引っ越し始める前に1000人いっちまうんじゃね？使う予定はないけど研究終わったので同性連所も建設。ついでにマリサ未来で鉛も掘ってるから、加工できるように鉛製錬所も建設だぜ。引っ越しの準備が思いのほかはかどってないので、白霊号の自動車工場でスプリンターの製造開始。これが白霊自動車最後の1台になりそうだな。間もなく放射線の急激な増加が起こります。すでに一進一退の攻防状態なのにまだ悪化するとな。放射線頻度上がりまくってるぜ。しかも影響受けるの白霊号だー。滅亡のカウントダウン始まる。現在用務員の空き家は奇跡的に50件あります。引っ越し途中に赤子で埋まりそう。ならば生まれる前にさらに家を建てるまでよ。無駄に増えた住民たちよ、家の建設を急ぐのです。いや引っ越ししてから家建てろよ。お前らは一体何と戦ってんだ。今までなんとか持ちこたえてきた白霊号の民よ、この地の土壌汚染はさらに悪化し人の住めぬ地となる。汚染された有毒な雨が降るまで残り7分を切った。我らの象徴たる銅像を解体せよ。これを用務員へと運ぶ。戦闘を始めるぞー。願いの木も運べ。よし引っ越し開始だ。さあバギーに生きた人間をねじ込め。いや生きてる人間は15名でも限界だ。座席埋まってるからマリサはボンネットで M 字開脚の担当でよろしくね。やめろー。せめて屋根の上に貼り付けるとかにしてくれー。それでは用務員に出発。んなわけで白霊号の大人が減ったので、適当に作業者の割り当てを微調整。防護服の生産が終わった時、住民の汚染濃度が偉いことになるな。すでに建設済みではありますが、防護服の大量生産ラインを増強しておきますね。用務員はまだ土壌が汚染されてないけど、生産体制だけは万全にしとかないとね。白霊号に避難用のスプリンターが到着。
バギーよりかは乗せられるがそれでも30人だけか。水と食料が必須なのがネック。なのでバスも用意した。それでも60人か、また何往復かしないとだな。そして最初に出発したバギーが用務員に到着。用務員へようこそ。さらなる汚染で地獄となる前に脱出、おめでとう。ただいまの移住者をもちまして、用務員の人口、1000を達成です。ちなみに空きスペースは1名分だけ、残りはホームレススタートです。結局引っ越す前にちょめって赤子で空き家埋められてるじゃねえか。生の喜びを知りやがって。うわなんか変なの出てきた。まあ生まれちまったものはしゃあなし、新たに500人分の避難用住宅を用意しますか。目標、1500人都市に更新。引っ越しで白霊号の大人の数が減って、職場がガラガラ状態になってきた。まだ残ってる村人も多いから破綻しないように気をつけろよ。あいよ。一番最初から乗ってたパスファインダーも引っ越しに参戦。こいつは90人乗れるから避難がはかどるぜ。でほぼ全員運んだんだけど白霊号に空き家ができて、そこでちょめって人口が増え続けて、滅びゆく村でもちょめり続ける。これがこの世界の生き様。増えるな避難が終わらん。今までヒルズを小馬鹿にしてた白霊号が滅んだぞ。今夜は祝典だ。大いに歌い飲み明かせ。マリサメ M 字開脚で輸送したのをまだ恨んでおったか。あれはむしろ爽快感があって気持ちよかったぜ。そうなの？そしてほぼ避難が終わったところで放射線襲来。いや赤子がまだ120人も残ってるぞ。運んじゃいるけど増えるんだよ。赤子が残る大人になる赤子増えるの地獄の連鎖。放射能、それはこの増え続ける悪魔を浄化する、神の鉄槌なのかもしれない。うちの村人を悪魔呼ばわりしないで。さてとホームレスになってる白霊号の村人のために小屋を、建てまし。資材はたっぷりありますので、一気に建ててしまいましょう。村人ニョッキニョキ。いや新しいのは生えちゃダメだろ。そうだった。ホームレスがいる場合は子供は生えてきませんのでご安心を。ちょめるの禁止。違反した場合は罰金が無駄。まあ、子供の増加は止まったみたいだな。寒いネタで時も止まったね。掘り返すんじゃねえ忘れろ。ちょめるの禁止されてない白霊号から増えた住民を吸収打つ。これじゃいつまで経っても終わらん。いっそ家全部ぶっ壊してホームレスにしちまうか？さすがにそこまで下道じゃないよ。ああ用務員の水と食料がマイナス傾向になってるじゃないか。責任者出てこーい。白霊号から来たニートを働かせてください。労働力だだ余りじゃねえか。正直引っ越し前の空き家で500人も増えると思ってなかったので食料を増産しないとですね。意味のない悪ふざけで人口増やしたの失敗だった。おい。東側の湖にも漁場を建設すれば、まだ食料は余裕あると思いますよ。引っ越してきた民の生活が整って初めて遷都は完了だ。インフラの整備を完璧にするのだ。では引き続き桟橋も大量に建設して、水も確実に確保できる体制を整えましょう。湖の水をすべて汲むのだ。全部汲んだら湖が枯れるだろうが。これは下り勢い余った。なお、近所の粘土採掘場にアホほど水も食料もあります。不思議な技術で常温保存でも永年使用可能です。安全と言われてもなんか食いたくねえぜ。水の確保が完了しました。順調。食料はまだマイナス傾向だぜ。ならばさらに最終小屋を連打だ。漁場は工具を消費しますので、なるべく最終で食料は確保したいですね。多分足りてると思うけど念のため、この外周も植林して採集できるようにしときましょ。植林は即日では終わらねえけど、伐採しなきゃ人も減らせるしいいよな。白霊自動車最後のスプリンターが完成したので大人を全員用務員に避難。無情にも残された赤子は47名、たくましく生きろ。まあ奴らはすぐ大人になるから平気。一応水とかはあるので勝手に大人になって、またちょめってのサイクルが続きます。放射能が全てを浄化するまでこれが続く。さて送られてくる村人もまだいるし家建てなきゃ。この3日間で住宅街がえらい広さに拡張されたな。水食料の生産体制が整い備蓄が上昇方向に転換。あとはホームレスをなくせばゴールだな。無職が321人もいるのですが、白霊の民は貴族として遊んで暮らします。こら。とりあえずスクラップ場とか建てましときますので、気が向いたら働いてください。スクラップあれば工具やプラスチックも作れるから、需要に応じてそっちも強化だな。生産量増やしたところで備蓄しきれないと思うよ。粘土採掘場に運び込むので大丈夫です。文句言わず働けクソニート。先ほど出発した白霊号最後のスプリンターが到着。あとは勝手に増殖してる奴らだし、元からいた村人は全員避難完了だぜ。引っ越し、さっさと引っ越しレンガの在庫が心もとないが、なんとか住宅の用意もこれで終わりそうだな。
赤子残された白霊号、ご遺体の数が48体に、残された村人が浄化される日は近い。ご遺体はもちろん風力タービンに行き、合計261体、ポリスにバレたら完全に無期懲役コース。すべての住民の引っ越しが終わりました。ご苦労、これにてこの地に住まう住民は1500人超え、白霊号戦闘完了。無駄に建てた空き家で人口増えまくって意味のない苦労したけどなんとかなったな。それでは戦闘を記念して白霊号から持ってきた銅像を再建設し、この世界の開発を終了とする。エンドゾーン2、放射能から逃げ、1500人都市を建設でフィニッシュです。頑張ればもう少し戦えそうだけど、土壌汚染の除染ができんとちと厳しいね。ガチでやりきるなら製品版になってからがいいかもね。だな。じゃ銅像できるまで暇だし、他のセクターとかを最後にちょろっとご紹介しましょ。まずはすぐそばの粘土採掘場。続きやる場合に備えて一応食料と水、防護服の生産に必要な資材などめちゃ溜め込んでおります。用務員が汚染されても即日陥落はしなそうだ。昼夜輸送を続ける限り我らは安泰である。ドライバーさんマジご苦労様でした。でこちらはマリサーヒルズ。私の手掛けた究極の箱庭。鉄鉱石を掘るために開墾したのに、効率悪かったり序盤はグダグダだった村。まあ今じゃ自給自足できてるし、土壌汚染もないから一番住みやすい町だぜ。ただし娯楽もありません。お次は用務鉱山。鉄鉱石とプランテーションに注力してたので、他がおろそかになり未だに食料と水が足りません。土地は足りてるからもうちょい家建てて、その辺改善しとけばよかったね。前景としてはこんな感じです。湖のない住みにくい土地。次はご遺体転がるマリサ未来。ってなんでだよ。この前の土壌汚染放置したからじゃない？もう住民の汚染濃度3になってただと？マスクだけでも配っときゃよかったね。鉄製錬場建設して鉄製の工具もここで生産して、鉛を採掘する計画もあったんだけどこりゃ中止かな？住民をすべて引っ越させてマスクを持って、再度復興すればまだなんとかなりそうですね。マリサ未来の未来は暗い。でこちらの白霊山上も同じくして土壌が汚染されたので、マリサ未来と同じ末路に。ここも無理をすれば存続できそうではありますね。銅採掘以外にも繊維も生産してるし、多分マリサ未来より優先して支援されると思うよ。そんなそして滅んだ白霊高原。天候が変わって干ばつが来ます。もうやめて、その村はもう滅んでるの。ここにはこっそりマスクを300ほど保管してるので、除染キット持ってけばすぐに復興できると思うよ。まあ今回で最終回だからやらんけど、バグで心が折れる前は復興の準備をしてた模様。そして我らが白霊号。ついに村人の汚染濃度はマックスとなり、残る村人は大人2人の子供4人。この状況下でもちょめってるので完全に滅ぶのはあと数日かかるかな？この世界の村人絶対人間じゃねえな。ゲームスタートから44日間、成長し滅んだ白霊号をご覧くださいませ。プレイ中は忙しすぎてじっくり撮影することすらままならなんだ。ゲーム実況者にあるまじき行動。いやーチュートリアル途中で投げ出して、最高難易度プレイはさすがに無理があったよ。でもそれがお好きなんでしょ？ド M？ で用務員に戻ったら銅像完成してたけど夕方、夜が明けて明るくなったら最後に完成セレモニーして終わりましょ。今回は雨が降らないといいな。美しい夕焼けをご覧くださいませ。白霊号の民が引っ越した巨大住宅街。夜明け。美しい夜明けに美しくない歌声。これから銅像の再建セレモニーを行う、白霊号の民よ、汚染を生き抜き楽園へようこそ。今日からここは用務員改め白霊院だ。助けてくれた村乗っ取ってんじゃねえよ。こちらが白霊院新都心、500人の貴族が日夜遊んで暮らしています。用務の建設したタウンセンター。そういやあいつどこ行ったんだ？今朝黒いスーツの集団に拘束され、今はリサイクルセンターの工場長をやってます。一応工場長なので高待遇での強制転職です。功労者になんてことを。でタウンセンターの南側こちらは白霊号にあった工業区を移設したもの。向こうでやってたゴムとかレンガとかの生産施設、ちゃんとこっちに移設終わってたのな。その工業区のお隣は採集後やレンダゾーン、森の野草を日夜取り尽くす勢いで食料を生産しております。もうこれ普通に畑作らせろよ。肥沃な土壌でしか作物は育たんのじゃ。なんか納得いかねえ。こちらは鉄や鉄製の工具を生産している鉄鋼区画。森が近すぎて火災になりそう。効率考えると石炭と木こりは必要だから、必然とこういう見た目になるんだよ。効率中。最重要拠点アクセスポイント。このゲームほぼずっと荷運びする世界だったな。
心が折れるレベルの作業量だったので、製品版ではもう少し改善を住民を潤わせてくれた桟橋、と食料を確保してくれた漁場。干ばつでカッサカサになっても復活する魚、いずれ地上に上がり人間と繁殖競争をするだろう。しないよ。最後に開発した湖外周の森。だいぶ森が茂ってきてる。この村が食料で心配することはなさそうだ。ではこんな感じで1000人都市実績も解除してエンドゾーン2はおしまい。変にバグって6人働ける場所で8人働いてたりし、まだまだアーリーアクセスって感じでございました。がっつりチャレンジするなら製品版になってからだな。まあ折れた心が治ってたらやるよ。こりゃやらねえパターンだな。当チャンネルは今後もこんな感じでゲームやってきますのでよろしくお願いいたします。気になる方はお見逃しのないよう、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。